はいどうもこんばんは、いさいさです。今回はですね、こちらバリタステイルズ暗黒町の魔女というゲームをね、紹介がてら遊んでいこうと思います。でこのゲームなんですけど、アドベンチャーブックのね、懐かしい、昔懐かしい、今はあるのかな、ちょっと調べたことないからわかんないんですけど、アドベンチャーブックのデジタル化したゲームとなっておりましてですね、まあ、アドベンチャーブックのゲームだからな、ちょっとややこしいな、そうなっておりまして、まあ、当時ね、アドベンチャーブックにハマった人たちにはかなり刺さるんじゃないかなと思います。で、ですね、元ね、バニラウェア出身の西村義雄さん、こちらの方がですね、奈良の山奥で畑を耕しながら、でもこれ書いてあるからな6年かけて一人で作り上げたゲームとなってまして、300枚を超えるイラストもね、自身の手で AI 使わずにね、書いたっていうね、すごいですよね。でもね、これ見た時にね、思ったんですけど、昔ね、うちのチャンネルでもね、やったんですけど、ドラゴンズクラウンプロの、なんだっけな、先着購入者特典だったかな、その DLC で、悪霊島の表っていうね、アドベンチャーブックを、ゲーム化したようなのがあったんですよ。その動画内でも言ってますけどね、それに飛びついて、ドラゴンズクラウンプロ買ったっていうようないきさつもありまして、ドラゴンズクラウンプロも面白いんですけどね。で、そのね、開発に携わっていたんですよね、西村さん。あと、音楽はね、こちらもね、ドラゴンズクラウン、元より、13騎兵防衛権とかね、あとユニコーンオーバーロードとかもか、最近で言うと、携わったね、崎本仁さん、こちらの方も参加しておりまして、非常に楽しみにしておりました。というところで、ちょっと説明長くなったかもしれないですけど、やっていきますか。誰か来たな。おお、そうか。いや、声が入ってるのはありがたい。全部読まなくていい。すまん。本の置き場がなくてな。ようこそ我が書斎へ。さてお客人よ、今日は何用かな。おお、待った。どんどん行くね。言わずとも分かっとる。本じゃな。それも暗黒城の魔女じゃ。お前さん、目の付けどころが良いのう。どこでこの本の話を聞きつけたのかは詮索せんよ。不思議な場所じゃろう。ここはお前さんの世界とわしの世界のちょうど中間の地点じゃ。分かっとるよ。お前さんの言いたいことはよう分かっとる。早く始めると言うんじゃろう。これからお前さんにはある本の中のエリシングという町に赴いて魔女イヌボーグの野望を阻止してほしいんじゃ。今でも町は十分ひどいことになっておるんじゃが、これ以上放っておくと取り返しのつかないとんでもなく恐ろしいことが起こってしまうんでな。始める前に断っておくが、この本はわしがもう少し若い頃に書いたもんじゃから、本の中では格好をつけてお前さんのことを君と呼んどる。ここは勘弁してほしい。ああ、それでは今から危険と後悔に満ちた、いや違うな、そうこれじゃ。夢と冒険の世界へいざ旅立ちじゃ。なんじゃ、別の世界へブワーッとかなんとか飛んでくかとでも思ったか。ここがもう別の世界じゃからな。机の上を
を見てほしい。まずはお前さんの分身として冒険に出るものを決めよう。候補は2人、それぞれ別々の本になっておる。1人目は戦士じゃ。剣一つで危険を退ける戦いの達人。2人目は魔法使いじゃ。不思議な魔法で奇跡を起こす未知の探求者。さあお前さんはどちらの人物を選ぶかのう。うん。これはあれですね。この世界の中の、さらに本の世界で、に行くっていう感じですね。いや、でもこのじいさんなんかマーリンっぽいな。いや、っていうのもね、マーリンって聞いて、誰って思うかもしれないですけど、この西村さんね、スチームストアページによるとね、リスペクトにね、グレイルクレスト、ソーサリー、ファイティングファンタジーってあったんですよ。これね、ファイティングファンタジーは、雪山の魔法使いとかって、すごいよく聞く名前だと思うんですけどね、聞かないかな。いや、俺聞くんですけど、やったことないんですけど、グレイルクエスト。これね、俺はね、日本ではね、ドラゴンファンタジーっていうシリーズだったんですけど、これにめちゃくちゃハマりましてですね、悪霊島の秘宝の時も思ったんですけど、かなり影響を受けてるんじゃないかなと思って、それがね、これにもすごい出ててね、ちょっとね、ニヤニヤしちゃいます。これは伝わるかな？やってる人にしか伝わらないかもしれない。で、ヨタ話はいいや。どっち戦士と魔法使い、どっちを選ぶかってことですよね。ここはファイターで行ってみようかな。ちょっと女子も行ってみたい感もあるけど、魔法も使えるからね。でも初心者向けっぽいもんな。うん、ファイター。決まったようじゃな。一度選んだ分身は冒険が終わるまで変更できん。これは魂に働きかける魔法なんでな。このまま始めてよいかな。このキャラクターでゲームを始めますか。はい。あと分かりにくい言葉は違うインクで書いとる。これね、説明おが出る前さんに見えとる印を重ねればその言葉の意味も理解できるじゃろう。他にもその印で机のものを調べたり動かしたりできるからいろいろ触ってみるんじゃな。よし、準備ができたぞい。始める前にこの戦士について少し話しておこう。戦士の名はハベロック。瞳に優しさと勇気を宿した大男。彼の最古の記憶は夜の森の中、美しい魔女の後ろをついて歩く記憶だ。魔女の名は犬防具。幼い彼の育ての親だった。育ての親を倒しに行く物語なのかな。ちょっとえぐいね。いきなり。魔女犬防具は木製のゴーレムディッテとともに剣術や馬術、会話術から算術とありとあらゆる技術と知識を彼に身につけさせた。7年後のある夜、魔女は何の予告もなく彼を棺に押し込み、私が良いと言うまでここから出てはいけないと言って蓋をした。彼が入った棺は馬車でしばらくの間運ばれたが、再び蓋が開かれそうになった時、彼はなぜか意識を失った。どういうことだろう。なんかのフラグなのかな。まあいいけど。どれほど時が経過したのか、蓋の隙間から差す光で彼は目を覚ました。魔女の名をいくら呼んでも返事がない。棺の中から蓋を蹴破り外に出ると、そこは全く知らない異国の地だった。呆然とさまよう彼が最初に出会ったのは
不運にも野蛮な奴隷商人だった。彼は奴隷として捕まり、その後売られて若い商人が所有する剣闘士集団の一員となった。まだ幼さの残る彼は闘技場ですぐに殺されてしまうだろうと誰もが予想した。だがそれは間違いだった。彼は強かったのだ。幾多の対戦相手を打ち破り無敗を誇った。7年後、彼はコツコツと貯めた賞金で自らを買い自由を得た。それから彼はすぐさま故郷に帰ることを決めた。彼を育ててくれた魔女イヌボーグが王都エリシングで謀反を起こしたとの噂を聞いて、おとぎ話にも登場する有名な森魔女王都エリシングで謀反を起こし投獄されたと噂が広がっている。王都エリシング、アランシア大陸の北西に位置するユラン国の王都。こうやって分かんない言葉はこれで出るんですね。心の準備は良いかな。まあ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 では始めるとしよう。この辺とかも気になるな。あ、こっからこっからもう、あれだ。喋れないんだ。君は今、ユラン国の王都、エリシングに向かっている。これなんだろうな。なるほどね。オートセーブもあるけど、違う。基本はオートセーブだけど、まあ、任意でもセーブできるってことね。このずっとキラキラしてるな。次。ユラン国の摂政、トエルギ公は、森の魔女として高名なイヌボーグを宮廷魔術師に迎え、ユランが魔法国家として強大であることを他国に宣言した。それからほどなくして、王都エリシングに謎の流行り病が蔓延する。時を同じくして、エリシング中央に位置するロンボルク城では、怪しげな怪物の目撃談が相次いだ。この厄災の元凶は、城に招かれた魔女、イヌボーグだ。彼女が国家転覆を企てている。そんな噂は、疲弊した民の間にカビのように広がり、ユラン国は宮廷魔術師を迎えている喜びから一転、暗雲が立ち込める。そして今から3ヶ月前、魔女イヌボーグはとうとうトエルギ公の命により投獄されたのだった。手にした地図が正確なら、この森を抜けた目の前には王都エリシングの高い刺激が広がっているのだろう。一頭の鹿は君の前を歩いていたが、こちらに気づくと急いで小窓りのさえずる木立に消えていった。君が旅立ってからすでに7日と半日が過ぎ、光の帯が午後に向かって傾き始めていた。大きな町のすぐそばだというのに、人の往来はなく、君は道を間違えたのかと不安を覚える。かといって引き返す気にはなれない。旅の疲れで足が棒が足だかわからなくなってきている。遣唐使としてほとんど囚われの身のようなものだった君にとって、この長旅は酷と言えるだろう。森を抜けて眩しい日差しの中に踏み入れると、強い太陽の光が目の届く限りの空と山と広大な畑、そして異様を誇る刺激等を照らしていた。視界の両端を超える巨大な刺激は、嫌が王でも見る者を圧倒させる。君はユラン国の王都であるエリシング城塞都市に着いたようだ。ふと君は門の前で何かが激しく争っているのに気がつく。他に人影はなく、遊びや訓練ではなさそうだ。異様な緊迫感が君の心をはやらせる。君はとうとう気持ちを抑えきれず、足の疲れも忘れて走り出した。近づくにつれ状況が分かってきた。
戦っているのは人間の女性と巨大な石のゴーレムだ。人間の女性と巨大な石の女ゴーレム？女ゴーレムなんでおっぱいがあるのなんでなかなかレアじゃないこういうゴーレム。で女性の方は魔女のようだ。つばの広い三角棒に長い杖を手にしている。その相手は魔法使いが作った疲れを知らない魔法生物。君は幼い頃から何度もゴーレムと戦った経験があるので、その厄介さをよく知っている。どうやらゴーレムは町の門番のようだ。門に魔女を近づけまいと大岩のような両腕を振り回し、壁のように立ちふさがっている。さあ、早くも戦いの機会が到来しているぞ。君はどうする？どうするって言ってもね。おっとっとっと魔女に加勢して戦う。どうしよっかな。13、際どいね。14じゃないから。ちょっと様子見る？でもな、可愛いしな。よし、加勢しよう。4。君は魔女に加勢してゴーレムと戦う。本来戦いは避けるべきだが、今回は仕方がないだろう。君は素早くゴーレムを攻撃する体勢を取った。まず行動値の判定じゃ。敵を攻撃するにはまず行動値の判定が必要となる。お前さんの白いサイコロと相手用の赤いサイコロを2つずつ振り、出た目の合計にそれぞれのレベルを足した数が行動値となる。行動値。君のサイコロと敵の赤いサイコロに合計4個差が同時に。白いサイコロを2個の目の合計に君のレベルを足す。これが君の行動値だ。レベルこれね。でもマックスだよ。次に赤いサイコロ2個の目の合計に敵のレベルを足す。これが敵の行動値となる。行動値が大きかった方の攻撃が命中するぞ。なるほどね。結局でもでもレベルもあるのか。オッケーオッケー。敵よりも君の行動値が大きければ君の攻撃が敵に命中し、敵の生命点から君の攻撃点引く敵の防御力違う敵の防御点の分だけ引くことができる。当たればこれ準拠ね。アタック、ディフェンス、ゴールド、経験値かける。いいやOK。 敵よりも君の行動値が少なければ敵の攻撃が君に命中し、君の生命点から敵の攻撃点引く君の防御点の分だけ引くことができる。引くかってか引かれちゃうのね。行動値が同じ数だった場合は互いに攻撃が当たらなかったことになる。敵の生命点を0点にすれば君の勝ちだ。君の生命点が0点になると君は死亡する。行動カードを選ぶと自動でサイコロが振られるぞ。さあ戦闘開始だ。さあサイコロを振るんじゃ。 OK。 相手のレベル6ね。格下だ。ただヒットポイントが高い。攻撃力は同等。ディフェンスはこちらか。ゴーレム強い、硬いのこっちの方が。いいや。魔女が攻撃に参加する。毎ターン終了時にサイコロ1つ分のダメージ。これはね、2人いるからね。君ならどうする？カードもあるんだね。ヒットポイントを2表示して時の声を上げる。命中率ある。なるほどね。現在装備する武器あるいは制御をする。武器の使用回数マイナス1。使用回数あるんだ。あるね。40、15。それとこれ回復か。これでいきましょう。いいね。負けたよ。でもレベルが勝ってるからあれか。
ッケーオッケー。いやー、危なかった。よし。7。魔女の攻撃、敵にサイクル基礎のダメージ。1、しょぼ。あいつ38もあるからな。いいぞ。よし、この調子でいこう。攻撃はサイクルを2つとレベルを足した数の大きい方が当たる。さあ、行動カードかアイテムをやるじゃない。君ならどうする？まだアイテムいらねえな。このままでいいよ。2、あー、やばい。あー、もうレベルでギリだな。くらえ。よし。よし。いいぞ。次ももらおう。行動値の判定じゃ。攻撃はサイクロ2と、一緒ね。オッケー、またこれや。6。相手は9。だけど、負けた。なんてこった。君の攻撃は空を切り、相手の攻撃は君を捕らえる。そう。6のダメージ食らった。相手は、でも10、一緒か。よし。さあ、もう一度取り返そう。これでいくしかないな。よし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 。やっと15。経験値入った？終わり？終わったね。君たちの攻撃は何度もゴーレムを捉えているが決定打には至っていない。両腕がだるく感じる。両足も重い。共に戦う魔女の方も疲れてしまったのか動きが止まる。しかし次の瞬間、彼女は液体の入った瓶をゴーレムに投げつけ、短い呪文を詠唱した。瓶がゴーレムの膝に当たって割れたその瞬間、彼女の突き出した手のひらから研いだ針の先を束ねたような魔法の光がまき散らされた。短い破裂音とともにゴーレムの足元で爆発が起こった。見ると片膝がえぐれている。ゴーレムは動きを止めて前のめりにゆっくりと回り込む。今だ。君はゴーレムを打ち倒す最大の機会を得た。武器には普通の攻撃以外に固有の攻撃方法がある。君が今も使った特権は相手の特定の弱点を狙う V 攻撃ができる。へえ。とどめの一撃だ。君は行動カードの V 攻撃を使ってどこを狙うか。選択肢は3つとなる。武器の使用回数でもマイナス10だよ。消費でかいな。でもまあこれはここでしょう。そこだ。君がゴーレムの額を攻撃するとエメスと刻まれた文字の一字が砕き散った。途端にゴーレムはそのしなやかな動きを止める。どうやらゴーレムを倒したらしい。良い選択じゃったな。ゴーレムが死んで魔法が解けたのか、先ほどまでなめし川のように伸縮していた石の表面はその柔軟さを失い、自ら砕けてうず高い墓標となった。この戦いで君は5点の経験点を得た。この経験点が100点まで貯まると君のレベルと生命点の上限が1点ずつ増え、君は強くなる。 100?100? 遠いな。でもまあレベルマックスだからどうなんだろうな。まあでもヒットポイントは欲しいね。まあいい。ありがとう。助かったわ。これってさ、もう一人のプレイヤブルキャラじゃない？君たちは強敵に勝利したことを共に喜んだ。彼女にゴーレムの弱点を知っていたのかと聞かれたが、君があやふやな返事をすると、ゴーレムの額になったエメス、真理の一文字がなくなったことで、メス、私は死んだという意味になり、ゴーレムを倒したのと説明してくれた。これ有名だからね。私の名前はパネリ。よろしく。よろしく。彼女は消息を絶ったある修道女を探しに王都へやってきたらしい。彼女の話では、ここから一番近い北側の門にも、反対側の南側の門にもゴーレムはいたそうだ。おそらくすべての門にゴーレムがいるのであろう。各町の門に危険なゴーレムがいるなど異常な事態だ。
町の中でもどんな危険があるかわからない。君たちは目的が合致していたことから一緒に町に入ることにした。閉じた城壁には間隙はかかっていない。君は力を込めて重い扉を押し開いた。門の中は薄暗く、ちょっとした洞窟のようだ。町全体を囲んだ壁の分厚さがよくわかる。君たちは慎重に警戒しながら門をくぐった。門を抜けると大きな通りに出た。しかし門番はおろか人影が全くない。商店の並ぶ町は息を潜めてしんと静まり、もぬけの殻だ。君たちの足音だけが誰もいない大通りに吸い込まれていく。町に何が起きたのか。開きっぱなしの扉、倒れた果物の樽、地面に散らばる衣服。時折何か腐った匂いが感じられた。あそこに人がいるわ。とパネリは通りの奥を指さした。男が一人通りの暗がりに立っていた。その男は両手をだらしなく垂らしてこちらにゆっくりと歩み出した。不慣れな旅で疲れ切っていた君だが、前から来る男の方がよほど疲れているように見える。君は気さくに挨拶しようと片手を上げて大きく息を吸った。いや、息を飲んだ。男の肌は血の気がなく灰色で、服は血や汚物にまみれ、見るからに不潔そうだ。先ほどからの悪臭はこの男が原因と思われた。ゾンビじゃん。男の顔をよく見ると眼球が白濁して視力を失っているのが分かった。しかし男はまっすぐこちらに向かってくる。しかも歩みが少しずつ速くなっている。明らかに様子がおかしい。君がこれ以上近づくなと警告しても男は歩みを止めない。君は直感した。これは伝説や物語で聞く動く死体。生ける屍に違いない。強烈な刺繍をまき散らし、よだれを垂らして、それは君に襲いかかってくる。セーブしよう。じゃあ行きますか。君は素早く身をかわして反撃に転じた。サイコロ2つとはい、レ戦ベルを闘開始。足した数が大きい方の勝ちじゃ。レベルでは勝ってるね。ヒットポイントは低いか。攻撃力も低いじゃん。町の住民のゾンビだからか。だけどどうなんだろう、倒しきれるのかな。じゃあ行きますよ。カウンター。縦の使用回数10。向こうか。敵の方の向こうかね。これは V 攻撃でしょ。うおーっつって命中率いって攻撃。まあ普通でいいよな。おい、もったいないし。よし、勝った。ああ、これ余裕じゃん。おお、いいぞ。おい。あ、やべえ。やばい。やばい。8か。8、8。1か。あ、こいつ弱いから大丈夫。頑張れ。もう一度判定じゃ。これだな。よし、勝った。イエーイ。経験値も入ったあ、いったいったいった。12。やっと12だよ。結構敵出てくるのかな。君は生ける屍を倒した。倒れ込んだ生ける屍は腐敗の状況から死んでからそれほど時間は経ってないようだ。では、むずかりそうになれるまで強まったこの悪臭は一体どこから流れてくるのだろう。ねえ、見て。
何？パネリの声で視線を上げると、いつの間にか目の前には何体もの生ける屍がおり、君の方へと向かってくる。松明に群がるハムシのように、意志なき亡者はその呪いによって君の命の灯火に惹かれるのだろう。振り返ると、君が歩いてきた大通りにも多数の亡者がゆらゆらと立ち並び、町から出る道を塞ぎ、すでに退路は断たれたようだ。逃げましょう。パネリが叫ぶ。君もそうすべきだと思った。君はどうする？ここはやはり。これだってうんだよな。右。左にしよう。なんかあったよね。逃げるときに人って左に曲がるって。やっぱ右にしよう。君が駆け出すとパネリーは君とは違う道へ走った。どうした？お互い生きてまた会いましょう。パネリーは大げさに手を振り、大声で叫んで生ける屍の注意を引くことする。ここでお別れか。亡者たちの半分はパネリーの方へ、残りの半分が君についてくる。半分とはいえ相手にするにはまだ数が多い。この町に不安内の君にとってあまり走り回るのは得策とは言えない。君はどうする？さてどうするかの？そうね。じゃあ一番近い家に逃げ込んでみる？逃げ込む。君は一番近い家を目指し、扉に体当たりをするように走り込んだ。扉が開くかどうかコインで運転はせよ。おう、このコインね。表だ。表は34。扉に鍵はかかっておらず簡単に開く。君の背後から足の速い亡者が迫ってくる。君は玄関に飛び込み、後ろ手に素早く扉を閉めた。まさに間一髪で亡者の群れが扉に体当たりしてきた。外の逃げる屍は爪を研ぐ猫のようにガリガリと扉を引っかいている。君はよく考えて決めるんじゃ。今はすっていうか、もうこれでしょう。扉が亡者に破られないように補強する。扉の前まで重いテーブルを引きずり、その上に椅子を積み上げた。これでしばらくは安全だろう。緊張が途切れたのか、君は強い疲労を感じた。外から聞こえる亡者たちのうめき声がだんだんと増えてきたように思える。反対に家の中は静まり返り、動く者の気配は感じられない。君は物音を立てないようそっと歩く。部屋の奥に2階に続く階段と台所だと思わしき部屋の入り口が見える。選択肢は2つじゃ。2階に上がりたいけど、ちょっと台所調べてみようか。左手の壁には振りめかしいかまどと調理器具の棚、たくさんの食器がずらりと並び、正面にある裏口の扉は開かないように数枚の板が打ち付けられている。かまどやその周囲にはうっすらと塵が積もっており、使われなくなってから随分と歳月が経っているようだ。部屋中央には6人掛けの机があり、ひっくり返った椅子のそばに神聖そうな柑橘が一つ転がっている。柑橘、果物かな。椅子の倒れた方向に視線を走らせ振り返ると、階段下に地味で控えめな扉があることに気がついた。地味で控えめな扉？階段下。
選択肢は4つもあるぞ。扉を開いて、柑橘取っとこう。君は柑橘を拾い上げた。収穫してから数日は経っているようだが、皮には張りと艶があり、爽やかな香りもする。君は台所の他の箇所を調べる。小窓から外を見てよ。建物の色は共用の広い庭園になっているようだ。普段なら美しい景色なのだろうが、亡者の姿が6体は見える。ここから外に出るのは危険だろう。君は台所の他の箇所を調べる。ここは扉を開く。かまども気になるけどね。かまど、まあいいや。君は階段下の扉に手をかけた。内側から鍵がかかっているようだ。内側からここはノックしようかな。君が扉をノックすると、地下から明らかな物音がした。何かいるね。君は、誰かいるのかと声をかける。いやーって、生きとる人間かと、階から男性の返事があった。そして君の返事を待たず、2、3人が階段を登ってくる音がする。鍵を外す音がして、扉はゆっくりと開かれる。生存者。暗がりから老人と小さな女の子、その母親らしい女性が現れた。老人が眩しそうに目を細めながら話しかけてきた。どうやら彼らはこの3日間地下室に隠れていたらしい。3日。子供は先ほど吐いてしまったらしく、子供の母親も熱が高いそうだ。この3人は体力、気力ともに限界は近いだろう。君はここに留まってはいけないと話し、皆を守ることを約束した。老人はあんたに従うと短く答えた。君はここはやはりどうしよう。でもやっぱ状況を把握した方がいいと思うんだ。街の状況をもっと把握する必要があると考える。彼らに街の現状を尋ねたが、亡者が現れてからずっと隠れていたので、自分たちには分からないと答えた。まあそれそっか。重苦しい沈黙の中、君が次にどうすればいいかあれこれ考えていると、外から激しく扉を叩く音が聞こえてきた。やばいねやばいね。ドン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 。人が扉を叩く音だ。男の声がする。この家の玄関からだ。ちょっと様子見ようかな。と男の焦る声が聞こえた。ゾンビ喋る喋るゾンビいるのかな。ここはやはりちょっと行ってみるか。どん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 。再び誰かが扉を強く叩く。扉を開けるならば積み上げた机をどかす必要がある。俺は様子見よう。これないもんね、セクション。と声がして静かになった。男は諦めたようだ。再び静寂が家を包み込む。よかったのかな。その時、上の階で何かが割れて落ちる音がした。おっと、上から来た。君は人差し指を立って口元に近づけてみせた。その場の全員が聞き耳を立てる。上の階からかすかに足音が聞こえる。
老人が屋根裏部屋からだと小声でささやく。君は一体どうすれば。尋ねるか。屋根裏部屋には何があるのか老人に尋ねる。老人は天井が低く狭い部屋で今は物置になっていると答えた。君は生唾を飲み込んで階段に足をかけた。まあ選択肢ないね。君が屋根裏部屋に通じる階段を上り始めると目の前でゆっくりと扉が開き、赤いマントを羽織った研修の男が現れた。おや、生存者か。よかった。この男は君たちを見つけて大いに喜んでいる様子だ。あれ、結構登場人物多い系人が多いな。男の名はグリム。見ての通り俺は剣士だと彼は軽い自己紹介をした。君はどうしたものかな。どうしてここへ来たの。どこからの方かな。どこから来たのか尋ねる。町の北部にある私壁に囲まれた安全な区画から来たという。どうしたものかな。状況だな。生ける屍はこの家の周辺に集まっているが、自分が来た反対の通りには姿がなかったと彼は答えた。そして反対の通りから町の北部にある安全な区画を目指そうと君に提案する。北に行けば安全なのね。君はグリムの話を聞いて、一体どうすれば。北部の安全区に屋根伝いにとして、そうだな。屋根伝いのがでもな、子供もいるからな。どうしよう。悩ましいな、ここ。こっち行ってみるか。いやでもこっちが絶対安全だと思うんだよね。子供いるけど、ちょっとこっち行ってみよう。君はグリムがここまで来たように屋根伝いに移動するのが良いと考えた。君たちは話し合い、全員で屋根伝いに家々を移動し、その後通りを渡って最短で私壁に近づき、側房塔を登って安全な区画に入ることにした。側房塔とは私壁と一体となった塔で、内部には私壁の上にまで通じる階段がある。私壁の上を渡るのであれば、亡者との接触もほとんどないだろう。ほら、こっちの方が安全じゃん。任せておけとグリムは案内役を買って出てくれた。おっと、問題発生じゃ。何このままゆっくりとその本を読んでおっては今に亡者どもの大集団がここいら一帯になだれ込んできてせかす感じ。脱出が完全に不可能になってしまう。本を読む時間も関係あるの。それまでにこの家を抜け出し、ある場所にたどり着いてもらわんといかん。北部だよね。こっち聞きたいね。本の内容が以前と変わったのか。その通りじゃ。まあぐずぐずしているようには思えんかったが、こうなっては仕方あるまい。ああ、そういうことか。ここと本の中の世界は微妙につながっとる。したがって本の中で急がんといかん場合は、この世界でも急がんといかん。皆を救うにはこの世界で今から3分以内に事を終わらせることじゃ。よいかな。では始めるぞ。3分？何？ 3 分測るのが面倒じゃと？いや良いものがある。これじゃ。これは3分間だけを測れる。その名も3そん分。なの用意しないでほしい。3分しか測れんのじゃが、オーガが踏んでも壊れんかったし。
や、そんな情報はいいんだ。冬のシメルビャーグ山の頂上でも止まらんかいや、それもいいんだ。寒さにもた強いだ、時計じ3ゃ。分っていうさ、まあ今は関係ないでな。もう勝手に進むね。始まりもうじゃ。やるしかないのか。君たち一行は屋根裏部屋の窓から屋根に上がり、屋根自体に隣の家に移動することにした。もう進んでるね。君の、違う。隣の家の屋根までは少し隙間がある。大人ならば飛び移れる距離だが、子供には難しそうだ。辺りを見回すと、隣の屋根の出窓にちょうど良さそうな板が張ってある。あの板を剥がして橋にするのがいいだろう。ここではサイコロを一つ振った出目でまずは決まる。隣の屋根に飛び移るわけにはならない。うまく渡れることが最後、さて出た目は何じゃ。 1 1ガシャン。なんてことだ。君は足を振りまずして屋根から落下する。そして路地に締めく生きるしかない波に飲み込まれた。14ありゃなんてことじゃ。君は死んだ。墓穴に転がり落ち墓穴に転がり落ちる石暮れの今日に、君の魂は原初の光へと帰り、肉体は歳月とともに棺桶の上の土と混ざるのだ。だが君が望めば、冒険を一から始めてもいいし、少しだけ時間を巻き戻してもいい。あ、救済措置があるんだ。ここはちょっと巻き戻したいね。56。時間を少し戻そやっぱ14が死だね。う。冬のシメルビャーグ山の頂上でも止まあ、らんこっからかった。か。寒さにも強いこっからか。時計じゃ。セーブしたいな。で、ここではさて出た目は何じゃ。5だ。よし。58。ガシャン。君は難なく隣の屋根に飛び移った。よし。急いで屋根の出窓に貼ってある大きな板を剥がして、元来た屋根と間に渡し、その上を歩いてみた。板は少々ぐらつくが、うまくいきそうだ。君たちはその板を使って数軒の屋根を次々と渡り、反対の通りの家まで移動した。次はどうする？どうしたものかな。もう入ろう。時間ない。君は窓を破り家に入った。静寂この家に誰にも言えないことを雄弁に語る。君たちは素早く1階まで下った。もともと綺麗好きな歌人の住居なのだろう。とても整理整頓されており、清潔感が漂っている。ふと君は玄関脇のテーブルに派手な彫塑の本と手紙が置かれていることに気づく。どうしたものかな。手紙読んでみよう。手紙にはこう書いてあった。父へ、僕が書いた本を送ります。それと父さんの話通り、クヌート王子は偽物のようです。先日の城での謁見の際に金髪のかつらがずれて黒い頭髪が見えていましたと書かれてある。ナイス情報。そして金が5枚挟んであった。急ごう。そうだな。行こう。出よう。もうじゃ見つからない。安全確認大丈夫。手招き。足を引きずりながら何者かが出てくる。もうじゃか。君は一体どうすれば。身構える。君はとっさに体を構えて相手の出方を待つ。助かった。あれまた人だ。扉から出てきたのは亡者ではなかった。頼むから誰も俺も連れて行ってくれと若い男は言う。男は宮廷学士で城から逃げる際足に怪我をし、ここで立ち往生していたのだそうだ。俺の名前はギルディ。ギルディ？よろしくな。ギルティじゃなくて側墓島を目指すことにした。君たちが通るより側墓島の入り口正面が見えるところまで来ると、これから向かう前方に生きる屍の姿が一つ見えた。どうしよう。迂回しよう。子供いるからな。迂回。3分怪我した。言い忘れとったが、
この時計は3分経つと自動的に3分間の時間を巻き戻す仕組みでな。これがまた画期的な。マジで？冬のシメルビャーグ山のこ頂上っからなのかい。寒さにも強い時計じゃ。今度さ、読んでみよう。潮によらしも短編集その1、絵描き。男は貧乏で孤独な絵描きだった。男の描く風景はどれも美しいものだったが、全く売れない。ここ数日、食事すらとっていなかった。このままではもうじき死ぬだろう。無神論者だった男は、この時初めて神に思った。これ長そうね。私は今までも不幸の連続だった。それなのに、あなたは私の命をも奪うのか。どうか私に幸せをお与えください。その時何かが空から降ってきて頭に当たった。ゴン、リンゴだ。空を見渡したが何もない。これが幸せなのか。男はリンゴをかじって考えた。リンゴ一つでは到底自分の腹は満たされない。どうせならカゴいっぱいのリンゴを食べたい。いつもは風景しか描かない男だったが、あまりの空腹で欲求のままにしか筆が走らなかった。男はたくさんのリンゴの絵を描いた。いつものように街中でも人通りの多い場所に風景画と並べてリンゴの絵を描いた。しばらくするとリンゴ折りが2車を引いて目の前に止まった。おや、これはまたなんとも美味しいリンゴだ。どうだろう、このリンゴと交換しないか。そう言ってリンゴ折りはカゴいっぱいのリンゴを見せた。腹の空いていた男はリンゴの絵とたくさんのリンゴを交換した。男はよほど腹が空いていたらしく、カゴいっぱいのリンゴをペロリと食べてしまった。それでも男の空腹は満たされない。腹が減った。何でもいいからもっと食べたい。いや、できれば豪華な食事がいい。男は豪華な夕食の絵を描いた。これ長いぞ。絵を通りに置いて間もなく、2人の男が立ち止まった。この絵、うちの店にあるメニューと同じだ。太った男が絵を覗き込みながら言った。本当だな。どれ、私が買って君に送ろう。痩せた男が言う。それは君に悪い。しばらく問答は続いたが、結局その痩せた男が代金を支払い、太った男に豪華な夕食の絵を手渡した。太った男はしげしげと絵を見つめ、絵描きの男にこう言った。こんな絵が欲しかったんですよ。よかったら私のレストランでこの絵と同じ食事をしませんか。本当ですか。ええ、喜んで。おお言い忘れとったが、これ本読んだらダメだ。3分経つと自動的に3分。俺の名前はギルディ。よろしくな。この辺からか。よし、戻ってきた。君たちが通りを移動し、側房島の入り口正面が見えるところまで来ると、これから向かう前方に怒り屍の姿が一つ見えた。俺は迂回しよう。迂回したよね。こっからか。少し時間はかかったが、君たちは無事に側房島の入り口まで到着した。よっしゃー。よし、お、ここまで来れば大丈夫じゃろう。よかった。時計はもういらんな。ああ、なかなかおしゃれなもんじゃろう。お前さんと同じ世界の友人が作いや、ってくきついっれたんじゃ。て。3名を分。フラメルとか言ったかの。本とか読めなかったよ。まあいい。それからどうなったんじゃ。ああ。側房島の入り口に扉には、側房島の入り口の扉には鍵がかかっているようだ。どうする？こ鍵？こはどうしよう。みんなでこじ開ける。分厚い扉は大きな音を立ってバラバラに壊れた。と同時に吐き気を催す不臭と大柄な鎧姿の男たちが飛び出してきた。ダメじゃん。これは驚きじゃ。鉄の鎧を身につけた兵士の生きる屍たちだ。こちらには老人と子供、それに怪我人までいるというのに、少なくとも敵は3体いる。君は？一体どうすれば。3体はきついか。
戦うとまずいかな。逃げよう。逃げる。目の前の敵を打ち破ったとしても、亡者は次々と塔から這い出てくる。おそらく20体以上はいるだろう。ほら、よかった。3体じゃなかったよ。気がつくと背後にも亡者たちの姿が見える。囲まれてしまった。あらららら。もうダメだと思う。思った時、その時っていう展開なのかな。打つ手を考えよう。何か他に手があるはずだと諦めずにいると、無数の矢が背後の亡者たちを差し貫く。と、同時に号令をかける声が聞こえる。どこからか援軍が来てくれたようだ。一周陣形を取れ。力強い男の声が響く。大盾を持った兵たちが一列に並んで火の打ちどころのない防御陣を作る。盾の間より長槍を使い、残りの亡者をついていく。その後ろを同様の兵士が何人も重なるように行進してくる。馬に乗った指揮官らしき男は君たちに下がるように手で合図を送ってきた。君たちは兵士の集団と入れ替わるように側房島から離れた。ファランクスだ。よく訓練されている。とグリムは感心するようにつぶやいた。亡者たちは次々に倒され、安全が確保された。ひとまず危険は去ったようだ。これはグリム様。よかったけど、なんか悪者っぽい声だね。兵士たちを指揮していた男はうやうやしい態度でグリムのそばまでやってくる。グリムはよしてくれと気恥ずかしそうにする。今は一介の平民だ。兵士を指揮する男との話しぶりから、グリムはこの国の元騎士団長だったようだ。グリムは男と固い握手を交わし、感謝の気持ちを述べた。君もその男に感謝の言葉を伝える。俺の名はキリッツ。昨日クヌート陛下よりルーラー騎士団クヌート隊隊長に任命された。今は軍事のすべてを取り仕切っている。クヌートね、大長寿。全く慕われてん。こいつ偽物っぽいってあったよね。キリッツはバネリという魔法使いがお前を助け出すため我が騎士隊に救援を依頼したのだと話す。ここまでよく皆を導いてくれた礼を言おう。キリッツはいぶかしげに君の鎧を見つめる。お前はルシファングのものか。ルシファング？イラン国の南東に位置する貴族制の国。優れた軍事力を有する多民族多宗教の国家で人口の8分の1が奴隷。ああ、数日前まであちらにいた。町には今日着いたばかりだ。と君が答えると、ややってキリッツは、そうか。今は一人でも戦える人間が欲しい。よろしくな。と答えた。キリッツの号令で騎士たちは隊列を整え、君たちを町の安全な区画まで送り届ける。君はこれまでの行動や選択により80点の経験点を得た。でかいな。あ、これすぐ上がりそうだよ。なんだ、こういうことがあるの？第一章終わりみたいな感じ？へえ。保存します。暗く冷たい家々の間から赤く染まり始めた。話が出てきた。黒い城は珍しかろう。外壁にはタールを塗り、屋根には黒曜石を敷いてある。太陽の光で城内を温めるのだ。それなりに快適な城だったが、怪しげな怪物どもの居城となってしまった。今は皆口々にこう呼んでいる。暗黒城と。あ、そうなのね。ここで少しこの世界について説明をしておこうかの。はじめに常しえの神が火、風、
水土と姿を変え、冷やして固めて大地を作りになった。その後異次元から訪れた存在によってありとあらゆる生命体が作られた。最後に生まれたのが人間じゃ。そして2000年前、この世界にやってきたある訪問者ホルガーが人類に魔法をもたらした。ホルガーの振るうその強大な魔法は世界を豊かにした。がしかしそれ以上に激しい争いも増えた。その争いを止めるため、ホルガーの子孫らが各地に散らばり国を作った。各地の支配者となった子孫らは密約により定期的な戦争を引き起こしており、今も民衆を管理しておる。まさしく剣と魔法の世界じゃな。そしてお前さんがたどり着いたこの町はユラン国の王都エリシング。世界に突き出した天然の要塞のようなところじゃ。この世界に魔法をもたらした者が最初に降り立った場所でもある。人口は約2万人。お前さんの住む世界と比べれば少なく感じるかもしれんが、この世界では大都市じゃな。では本に戻るとしよう。お前さんたちは騎士隊の隊長キリッツに率いられ、王都エリシングの中で最も安全な区画にたどり着いた。もうなんかフードかぶってる。変わってる。もうちょいレベル上がるよ。でもマックスなんだよな。レベルマックスなんだけどな。厳重に警備された門をくぐるとパネリが駆け寄ってきた。お、再会だ。君が無事だったことを喜んでくれている。君も騎士隊を呼んでくれた彼女に感謝し礼を言った。安心して、ここは安全なところよ。とパネリはグリムとギルディ、老人とその家族を連れ立って町の奥へと歩いていった。君はキリッツに呼び止められる。どうやらキリッツはハベロックの腕前を見込み、ある作戦に参加させたいと考えているようだ。聞いたぞ。お前たちはたった2人で石の巨人を倒したそうじゃないか。まあまあね。おっぱいゴーレムね。我が隊も昨日石の巨人と一戦交えたが、負傷者が増えるばかりでな。その若さで大したものだ。とキリッツは褒めたたえる。君は謙遜する。君は運が良かっただけだと答えた。キリッツはにやりと笑い、運だけでは勝てまいと反論し、その腕を見込んで頼みがあると本題を切り出す。我ら騎士隊は明日城に赴き、リーグモル王女救出の任に当たる。その際お前の力を借りたい。我々に同行してくれないか。リーグモル、イラン国の大長女父であるロルフ王が亡くなった後、イラン国北部のティステス修道院に預けられていた。何人兄弟なんだろうね。はい、というところなんですけれども、ここら辺にしておきたいと思います。だいぶ長くなったような気がするけど、まあカットするからね。まあそれはいいや。で、どうでした？暗黒城の魔女。個人的にはね、かなり刺さるゲームなんでね、続編、まあサブタイな感じになってますからね。バリタステイルズっていうのがあって、まあ暗黒城の魔女っていう風につないでるから、続編をまあ最後までまだやってませんけど、この感じはね、ちょっとシリーズとして続けてほしいななんて思っちゃったんですけど、あと
パネリか。主人公をね、魔女にしていった場合の視点、魔女視点ではまた違う展開になるんじゃなかろうかなんて、ちょっとここら辺も気になったり、普通に今の流れも先が気になりますけど、あと、あれですね、ミサイサは今80点でしたけど、多分なんですが、結末は同じ、まあ1点に行くんですけど、その選択肢によってね、いろいろね、こう、話の流れの幅がね、あると思うんでね、いろいろ試してほしいっていうところもありますね。ちなみにね、別のやり方で言って100点をね、取りました。だから、この動画を見て、ああ、こういう感じなんだって終わりにしてほしくないなと思います。ぜひ自分の手でやってほしいなと思いますね。今ね、Steam でね、体験版もあるので、興味のある方はぜひダウンロードして遊んでみてください。いや、マジで。これで、販売本数がね、増えれば、続編、またその次で続いていくんじゃないかなと思って、本当にね、これはね、推したいゲームです。マジで。はい。というところでね、今回はね、ここら辺にしようかなと思います。今回の動画、面白かったよとか興味があるよっていう方はね、高評価やコメント、そしてチャンネル登録、ぜひよろしくお願いします。では、また次回の動画でお会いしましょう。久々でした。またね。向こうの風を縫って街道を行くうちにできるだけ多くの忘れ事をしよう。とうとうとたゆたえば輝きれる分の想像を振りかざして誰かを待ってる。のこの風を縫って街道を行くうちにできるだけ多くの忘れ